はい、今日はディル・アングレイの6枚目のシングル脈について個人的な感想とかを語っていきたいと思います。でこの脈は実は自分が初めて購入したディル・アングレイのシングルだったんですよ。で記憶に残っている方がどれだけいるかわからないんですけど、当時、いろんな音楽雑誌があったんですね。今ほどネットで情報が溢れている時代じゃなかったので、その中でザッピーという雑誌があったんですよ。でこのザッピーという雑誌がですね、なんかフォントがすごい可愛らしくて、なんか紙面の雰囲気自体も可愛くて、アイドルとかが載ってるような雑誌だったんですけども、なぜかそんなザッピーという雑誌にディル・アングレイは最初から最終号まで毎回欠かさず出てたんですよ。でさらに出てたっていうのも、ただその音楽の話をしてたわけじゃなくて、そういうコーナーをなんか持ってて、いろんな企画に挑戦するというのがあって、例えばビーチサイドでスポーツしたり、陶芸に挑戦してみたりとか、当時のねディルから想像もつかないような、でその見た目の奇抜さとのギャップでなんかすごく興味を持って、でその時リリースするということで記事になってたこの脈を手に取ってみたというのが最初でした。まず率直に言うと、この曲は本当にかっこいいですね。で今聴いてもかっこいいと思います。前半のなんかシャウトと B メロって言っていいのか分かんないですけども、さあ眠りましょうからのなんかサビが来るぞ来るぞって感じのところがすごい好きですね。であとサビですけども、今日のねクリーンのボイスがなんかこれぞなんかザ VK って感じの歌い方で、かなり好きでしたというか好きですね今でも。で中間にねあるセリフですよね。なんか今日の早口のところっていうのは、何回か過去に練習してカラオケで歌ったことがあったんですけど、絶対にその最後の錯乱状態タイプ A まで含めて完璧なタイミングでなんか綺麗に歌えた試しがないですね。で歌詞はね当時のディルらしくて、とにかくグロくて、なんかその本当のなんか歌詞に込められた意味とかを考察するのはおこがましいんですけど、それでもねキャッチャーなメロディーがなぜかなんか知らないですけど、グロい歌詞でも気持ちよく聴けるんですよね。で当時ねそのディルを聞いたことがない人にこの脈を、聞かせてみた時もかなり気に入ってましたね。やっぱり聞いてる時はそのグロい歌詞とかそんなに聞こえなくて、どちらかというとそのメロディーが重視して聞くので、かなり聞きやすかったんじゃないですかね。ただね後で歌詞カードとか見たらびっくりするかもしれないですけど、でディルの曲の特徴って、A メロとか B メロで割と激しいシャウトがあって、そこから一気にクリーンで、メロディアスなサビが来るといった曲が割と多いような気がするんですよ。例えばなんだろフィルスとかサクとか、あとあれだハゲアミとか、なんか割と多い気がしますよね。でこの脈はそういったディルっぽい曲のなんか元祖みたいな感じなのかなと思いますね。しかもこのね前に出てた曲が、かなりねメロディアスで聴きやすい予感ですからね。で自分はリアルタイムで予感は聞いてなかったんですけど、なんか予感の次が脈って結構衝撃的ですよね。でこの辺りから曲がセルフプロデュースになって、なんか縛られていたようなその足かせみたいなやつが外れて、ディルっぽい曲作りが、され始めたのもこの脈あたりなのかなと、思います。で脈は、同じ年に発売されたそのマカブラにも入ってるんですけど、このアルバムのバージョンと比べてなんかイントロにすごい変な怪しいマーチが入ってるんですよ。そのねマカブラというアルバムは、気味が悪いとか死の舞踏という意味のタイトルでして、でその時のなんかディルの世界観がこの、ね、脈から始まっているような気がして、かなり、おどろおどろしいですよね。
まあただね、個人的な感想を長々と喋っただけの動画なんですけど、聞いてくださってありがとうございました。